しかも何好きなのって聞いたんだ。好きだよじゃなくて好きでしょみたいな、聞いたよみたいな、結構ずるい聞き方した。お泊まり会。Season 2. Hey, what's up everybody? アミのお泊まり会へようこそ。お泊まり会は LGBTQ のお友達を呼んでゴロゴロしながら語り合う番組です。ということで早速今日のゲストをお呼びしたいと思います。下山田選手。よいしょ。こんにちは。パイナップルが逆だよ。ということで早速だけど、ジェンダー、セクシュアリティ、あと好きな食べ物をどうぞ。難しい。ジェンダーとセクシュアリティ。ジェンダーの方は分かんない。その日によって男だったりするし、女によったりもするし、けど基本的には結構中性的な感じ。セクシュアリティ、なんかレズビアンの下山田選手ってやると結構違和感があって、サッカー界ではメンズっていう。メンズって何？具体的な定義はないんだけど、女子サッカー界にある言葉で、女子選手が女子選手と付き合ってて、そのボーイッシュな方。なるほどね。だから手術をしたいとか、なんか男性になりたい選手もいれば、なんかそこまでしなくていいかなみたいな選手もいて、結構幅が広い言葉。で一番自分を説明するのにしっくりくる言葉。一番しっくりくるし、なんか一番簡単、何も考えずにカミングアウトできちゃうワードかも。で、好きな食べ物は肉と魚。いやもうタンパク質。やば。ちっちゃい頃からずっとトンボーイ？なんかそこは多分なりたい気持ちはあったんだけど、長女だったんですごい女の子らしく育てたかったみたいで、だから小学校の途中ぐらいまではめっちゃなんか女の子っぽかったけど、言動はもう荒ぶってて、荒ぶってる。だからそこがこううまく噛み合ってない子供だったかも。じゃあさ、いつからそういうボーイッシュな格好してるの？ほんと高校入ったぐらいからかも。髪の毛が短くなったのは小学校4年生で、結構それもなんか親の反対を振り切ってもバッサリみたいな。服装とかがもう完全にボーイッシュになったのは高校に入ってから。青い靴とか、なんかかっこいい自転車とかめっちゃ欲しかったんだけど、親はなんかすごいピンクのお邪魔女ドレミの靴とか買ってくれちゃって、複雑みたいな。うちはもうね 2,3 歳からずっとねスカート履いてない。めっちゃいいやんそれ。ずっとボーイッシュ。おもちゃもウルトラマンとか仮面ライダーとかだし。それ、親は何も言わなかった？何も言わない。そうやって選択肢がいっぱいあった方がいいと思う、ちっちゃい頃から。結構さ、男の人にさ間違えられたりとかする？めっちゃする。いやもう言われるどころか、なんか悲鳴とかあげられる時ある。おばちゃんとかキャーみたいな感じで嘘。結構トラウマかも、トイレとかは。だから逆にしますか？あるあるある。最近ねすげえポジティブな言い方をしてくれたパターンがあって、トイレで掃除のおばちゃんにすごいかっこいいからびっくりしちゃったって言われて、なんかその言い方嫌じゃないって初めて思う。確かにそれめっちゃ良い。なんか温泉とかもある。温泉行きます？銭湯はちょこちょこ。間違えられません？バンダイのちょっと胸張っとく。めっちゃわかる。ちょっと声高くするとかめっちゃやっちゃう。女ですよみたいな。でもさ、なんか日によってさ、その男か女か気分が変わるみたいな言ってたけどさ、今日はどういう気分？結構中性の方かも。今日は中性の。結構ガチな真ん中にいるかもしれない。うちはまあ一応女性だとは思ってるけど、最近じゃん、その真ん中でもいいみたいな。英語でもさ they って言葉が生まれたりさ、もし自分がちっちゃい頃からそれが浸透してたら多分自分はそう言うんだと思うけど、でもやっぱね she と her に慣れすぎてるから、they って言われると誰やねんってなるかも。そうなんだ。誰ってあると思うな、その言葉の。逆にそこを非で紹介されたとしたらどう思う？それはちょっとちげえよってなる。ということで、お泊まり会のシーズン2はですね、恋愛にフォーカスして話していきたいと思ってます。お泊まり会っぽい。早速だけど、初恋とかってどんな感じでした？なんか女性が好きとか言っときながらすごい矛盾してるかもしれないんだけど、初めての両思いは男の子だった。小学校1年生ぐらいの時なんだけど、でもその男の子は超女の子っぽかった。じゃあ女の子を初めて好きになったのは多分高校入ってからだと思う。なんか恋愛できないのかと思ってて、でも高校入って女子校になって女性同士恋愛してるじゃんみたいになったら、結構そこがしっくりきちゃって。うちも女子校だった。ちなみに意外。嘘。めっちゃモテそう。どうなんだろうね。なんかかっこいいとか言われてたけど、してない。なんでそんなニヤニヤしてる？
まあちょっと想像しちゃったね。かっこいいって言われてでニヤニヤしてるアミを想像したから。なんかうち結構あって、そのターニングポイント的なやつが、オーストラリアに1ヶ月ぐらい留学してた時に近所のホストファミリーのところに来てたスペイン人の女の子がいて、その女の子がスペインでは挨拶で普通にほっぺにチューするよみたいな言ってて、うちのホストシスターが調子乗ってじゃあアミにやってみてよって言ったので、うち女の子から初めてほっぺにキスされて、うわこれはなんだこのフィーリングはなんだみたいになって、その時からこう世の中がねカラフルになったの。そこからラテン系が好き。じゃあ高校時代に女の子と付き合ってたの？高3の時にそれが初めての彼女。重かった。地元の子で、自分東京に通ってたから会える時間とかが全然なかった。でも独占したいみたいな無理じゃん物理的にっていう重さ。どんな感じだったんですか？うちもだから初めて付き合った子は20歳の時だったんだけど、大変だったレッド氏の初恋は初めて付き合った人か。めっちゃ笑ってる。初めて付き合った子は中学校で、高校卒業するまでは俺の方がメンヘラだった重かったよー、超重かった。いやなんでカッコつけてんねんたまにしか出れないからやっぱかっこつけないで今さ彼女さんいるじゃないですか、最初の頃まではもう普通に友達みたいな感じだったんだけど、自分の部屋にめっちゃ遊びに来るようになって、しかも遊んで帰るのはいいんだけど泊まってくみたいな、ベッドでめっちゃ寝てくみたいな。じゃあまさにこんな状態。そうまさにこんな状態。いやそんなことされたらちょっとさみたいになるじゃないですか、なるっすね。ちょっとなってた頃に共通の友達からめっちゃ好きらしいよみたいな、それを聞いてから夜また泊まりに来て勝手にベッドで寝てる時にちょっとくっついてみて反応を確かめて、あこれそうだなと思ったからその日の夜に呼び出して好きなのってちょっと聞いたっていうずるい展開。それずるいな。でもずるいね。もう勝ちゲームじゃん、勝ちゲームです。でもさこのさ腕のさ触れ合いってさ、あるよね。いやめっちゃある。うちもだってそれではってなったもん。そのラウラがお泊まり会に出てた時にゲスト来てもさやっぱこれぐらいの距離はあるじゃん、腕が触れるってないじゃん、普通にここに乗ってたのよ。あそれはやばい。女子サッカーの中でメンズって言葉があるって言ってたけどさ、チーム内では自分らしく入れたって感じる？めちゃくちゃ自分らしく入れたと思う。他にもメンズの人いっぱいいるし、でメンズじゃない人もメンズがいて当たり前みたいな感じだから、何も思わずにそこに入れたみたいな感じ。男子サッカーとかはそうではないの？男子サッカーは全然聞かない。そういうの女子サッカー以外の女性スポーツ界は結構聞く。いて当たり前だよねみたいな話とかも聞くけど、逆に男性スポーツ界はなんかいたらやばくねぐらいな感じかも。いじりネタみたいにされちゃってるから当事者多分言いづらいだろうなって思う。海外とかでもやっと最近さちょこちょこさ同性愛カミングアウトしてるスポーツ選手いるけどさ、やっぱりすごい勇気いただろうね。いや本当にそうだと思う。ドイツにさサッカーで行ってたじゃないですか、その時ってやっぱドイツと日本で違いって感じた？めっちゃ感じたかも。日本のサッカー界はすごく当たり前な存在として見られてたけど、やっぱ社会で言うとそうじゃなくて、ドイツはもうサッカー界と関係なく社会全部がもういろんな人いて当たり前だよねみたいな。当事者の人に出会う確率もサッカー界だけじゃないところでもめちゃくちゃ高かったし、特別視されてないんだなみんなって思った。同性で結婚してるカップルとかもいた？いためっちゃいた。自分が個人的にすごくお世話になってた人がいて、その人同性婚してたの。なんかある時その人に最近どうよみたいな、奥さんとどうよみたいな感じで聞いたら、浮気されて別れたんだって言われて、変わんないなと思った。他の恋愛とね、結婚式挙げて犬2匹飼って4人で暮らしてたのに急に浮気されて別れたりするんだみたいな。げっそりしたけどねその人。けどこっち的にはなんかそういう世界もあるんだみたいな。結婚ってさその法律でさやっぱできるってなることは大事だと思う。それはめちゃくちゃ大事かも。なんかドイツに行って思ったのは、ドイツってもう同性婚認められてるんですけど、それによってその当事者の人たちの人生の選択肢めっちゃ増えてるなって気がしてて、そうなんかチームに1人パートナーがチーム以外のところにいる選手がいて、その子と練習の帰り道に将来どうするみたいな話してた時に、自分はあと 1,2 年ぐらいでサッカー選手辞めて指導者になって、で彼女と結婚して、で週末はその自分のチームの試合に彼女と子供が見に来てくれて、子供をここに抱えながらビール飲みながら試合見るのが夢なんだよねみたいな感じで言われて、そんなとこまで想像してんのと思って、クソ羨ましいなと思って、その時にそんなん日本じゃ絶対できないじゃんみたいなって言ったけど、かわいそうみたいな感じだった
ドイツ住めばみたいな。あ、海外に住みたいとは思わないの？あんまり思わないかも。なんだかんだ言って日本すごい好きだし、わかる。なんだかんだ。じゃあ早くもうね、日本で法律が変わってくんないとって話で。いやマジで本当に頑張りましょ頑張りましょう。寝ますか。う。寝よっかな。おやすみなさい。おやすみなさ目つぶってる。何？ずっとこっち見てる。寝れないタイプお泊まり会で。い。いや一番最初に寝るタイプ。空気読めないタイプ。結構ほっこりデートするかも。筋トレとかしてそうじゃん一緒に。ちょっと言いたいことわかるかも。意外とパン屋さんとか巡ったりする感じ。かわいい。